こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日はなんかちょっと新しいことを始めたくなって、英語の YouTube をね少し撮ったりしたので、少し英語で自己紹介をやってみようかな。ここでもじゃあやってみます。Hi everyone, this is Akiko. Nice to meet you. I'm a healer, channeler, and YouTuber, and a spiritual YouTuber and Starship. I'm living in India. Today I'm speaking in India. This is my first message. I'm so excited now. Thank you for listening. こんな感じどうでした私結構海外に住んでたこととかもあって、今もねインドに4年ぐらいで、そうですね、ニュージーランドとかオーストラリアとか、あと、いろんな国いろいろ行ったりして住んだりしてたんですけど、文法がめっちゃくちゃなんですよねもうだからなんだろうな、英語圏の人っていうのが聞くと分かんないみたいで、それでインドの人とかはね、もうとかインドネシアの人とか、なんかそういう第二外国語みたいな人はなんか全然なんとか通じんだけどちょっとめちゃくちゃなので、ちゃんと文法をもらってそれを覚えるのやったんだけど、覚えられなくて、こうやって「Nice to meet you」とかそこからちゃんとやってます。そう、今日それで新しいこと始めたくて、もう今日 YouTube 撮ったんですけど、やっぱりその文法を気にしながらさ英語喋るから自分のさ言葉になかなかなんなくて、だからもう自分のなんていうのかな、ほとんど下向いてこんな感じになっちゃうから、あれにしたんですよね、画像だけにしたんですよ。私の顔出さないで、あと当分は歌を歌ったりとか、なんか当分の間はその自分の顔出さないでやってみようかなと思ってます。新しいことをさ急に始めたくなって、でブログもさ今日本当に久しぶりに更新したりしたんですよね。ブロガーって言ったもんね、さっきもねブロガーだったり。そうでね、やっぱり英語のね YouTube っていうのを始めた時にすごいやっぱ楽しくて、新しいことを始めるってちょっと最初は躊躇すると思うんだよね。だけどやっぱりすごい楽しくて自由で、もう一個2つあげたんだよね今日。それで1つはもうガヤトリーマントラをさ108回歌うっていうのやってやったのはいいんだけど、もうさ子供たちが帰ってきちゃったり、旦那さんが声出したりとかしてたから、もうシーみたいな感じで歌いながらシーみたいな感じだったから、声がすっごい強くなったりキーンとかやったりして、なんかこう自由な感じが面白くて、今もさ結構自由にこの YouTube のチャンネルでもやってると思うんですけど英語のチャンネルもさめちゃくちゃなんか自由にやっちゃってて、久しぶりにこうなんだろうな、好き勝手やってる、好き勝手やるのが要は好きなんですよねそうそう、それがなんか面白いなと思ってます。で新しいことをね、なんかこう今日急にやりたくなったっていうのが何なのかなと思ってて、それでブログもそうだし、久しぶりになんかやる気になってきたんですよね。何のやる気なのかなっていう感じなんだけど、多分こうそうだな、エネルギーがやっぱり何かずっとさちょっと浄化が入ってたから、すっごい強いのが入ってたんですよ。もう起き上がれないぐらいの強さのやつが入ってたから、多分ここが開けた時になんかあるかなとは思ってたんですけど、急に仕事がやりたくなってきたみたいな感じでやってますそうこういうのね、やっぱりこういう波がねやっぱりあったりするんですけど、そのね波、あと自分がやりたいって思う気持ちが出てきた時がやる時なのかなと思ってます。で、今日はね幻想の話をねしたいなと思ってます。宇宙の法則とか、あとは幻想の話ね。
でだから自分がずっと宇宙の法則とかをこう人に教えたりしてて、なんかそのまとめてたものをさこうちょっと英語にしたりしてるから読み直したりとかしてたんですね。そしたらやっぱりなんていうのかな、その元の部分っていうのが本当に自分の中に定着してるから、あんまりそういえば最近話してないかなと思ってちょっと話してみたいなと思っています。でまずさやっぱりこう私たちって、宇宙から来てる人がほとんどなんだよね。 95% ぐらいの人が、宇宙から来てて地球に体験しに来てるんですよね。こういうなんていうのかな、やっぱり地球っていうのは不便さを学ぶところだからいろんなこうなんていうの大変なこととかがいっぱいあったりすると思うんだけど、これはさ宇宙からしたらやっぱすごいこう特別な体験なんですよね。普通じゃできない体験っていうのかな。だいたいほら楽しい体験とかが多かったりするじゃないですか。楽しい嬉しいとかワクワクとかさ、もうほんと宇宙そのものっていう感じだと思うんですけど、だからワクワクばっかりだとやっぱり飽きちゃうから、こういう星っていうのがやっぱりこうなんていうの体験としてはすごく貴重な体験ができるっていうことで、私たちは宇宙から来てこの星に不便さとか苦しさとかさ、あと憤りとか劣等感とかなんか本当にこの地球じゃないとこのしかも超強烈なものを体験できるっていう感じだからなんていうのかな、かなり難易度が高い星なんですよね、地球っていうのはね。そうでそれを体験しに来てたっていうことなんですよね。で今なんでこういう感じでいろいろこう目覚めとか言ってるかっていうと、やっぱりこのなんていうのかな、地球自身がね変わったんですよ。地球が今まではだから要は不便さを学ぶ星だったんだけども、他の宇宙の星と同じようにもうアセンションっていうか次元を上げるっていうことになったんだよね。地球が決めたっていうのかな。で私たちはその地球のこのタイミングでだから地球がこのアセンションの時で次元を上げる時だから、それのサポートで来てるスターシードっていうのはそういうなんていうのかな、サポートに来ている魂って言われてますね。そうでこのスターシードの話とかになるとまたちょっとあれなんだけど、でこの地球のじゃあ仕組みっていうのは何なのかっていうと、こう見えてる世界っていうのにやっぱすごい入り込みやすいってことなんですね。大体だから地球のルールっていうのはもうね合ってる間違えてるっていう言い方したら間違えまくってんですよね。宇宙からするとうまくいかないように全部できてるみたいな感じだから、自分がこう生まれた時に何者かっていうことを忘れて全く覚えてない状態で生まれてきてるから、なんていうのかな、恐怖心とかさなんていうのかな、不安とかそういうのがベースで結構ルールができてたり、あと分離がベースでできてるからね、地球のルールっていうのは。だからねもう本当にこううまくいかないんですよね。その通りにやるとどんどん小さくどんどん小さくなっちゃうみたいな感じ。そうだからそういうそれが良かったんですね。今まではそれで良かったんだけど、ここから要はもう本当の自分として生きる時だから、この分離感っていうのはもうなしというかね、本当の自由な自分として生きる時が今っていう感じですね。それで地球っていうのは目で見えてることにやっぱりすごくフォーカスしがちなんですよね。だから目で見えてる世界例えば今旦那さんがいて旦那さんに何か言われたとか、なんかあそこに座ってるおじさんに怒られたとかさ、そういうこういろんな人とか、あとこういう災害があったとかさ、こうなんか起こることにすごくこうなんていうの、自分がなんていうのかな、いろんな感情になったりするじゃないですか。起こることにもう一喜一憂するっていうのは怒られるんじゃないかなとかさ、何かこうやってやってることはいけないかなとかね、あとなんていうのかな、津波が来るんじゃないかなとかさ、わかんないけどそういう不安とかもやっぱりあったりするんですよね。まだ起きてないことに対して不安を持ちやすいみたいな、なんかそういうことがあったりするんだけど、これはなんでそういう風になってるかっていうと、この目で見えている現実に対してこうグッと入り込みやすいっていう感じなんだけど、
これは良かったんだけど、実際はこの、目で見えてる世界っていうのはそんなに意味がなくて、全てがこの自分の内側から外側に、映し出されてるっていう感じなんですね。映画みたいな感じで、映写機が自分で、外側のものが映画みたいな感じだって言われてますね。っていうか、そうなんだろうなって思いますね。これがだからこう自分の内側だから怒ってる人がいたとしたら、その自分の内側が怒られるんじゃないかとか、なんかビクビクしてたりすると、結局宇宙の法則っていうのは同じものを引き寄せちゃうから、怒られるんじゃないかって自分が思ってると怒られちゃうんだよね。糸になっちゃうみたいな。そうだからやっぱそういうのは自分でやってるっていう感じなんですね。で昨日かな、昨日ちょっと出かけてた時にふっと降りてきたのが、今見えてる現実が、幻想だっていう話なんだけどね。幻想、要はなんで幻想かっていうと、ちょっとタイムラグがあって、だいたい数週間ぐらい、1週間ぐらい前とか、数日前とか1週間前とか今だと思うんだけど、昨日降りてきたやつは1ヶ月前だとしたらっていうのが来たんですよね。今見えてる現実が1ヶ月前のものだとしたら、そういうことは本当にあるかどうか分かんないけど、そしたら本当にここって幻想だって言えるよね。なんだろう、これどっから降りてきたんだろうな。昨日なんかちょっと銀河連盟とかなんかそういうところとコンタクトしてたから、ちょっとそういうところから来たのか分かんないんだけど、1ヶ月前だとしたらもう本当にここに入る理由がないというか、見えてる現実に入る全く理由がないよね。もう本当に過去のものだから、本当に心の内側にいることが超大事だし、っていうのをなんだろうな、思ったっていう感じかな。すごいね、これなんか力強いメッセージだったんだよね。1ヶ月前かと思って。そうだから本当にやっぱり幻想なんですよね、こうやって見えてること。だから見えてることって本当にほとんど意味がないというか、そこに結局入り込んで、今までは経験を積むことをしたくて地球に来てたんだけど、もうそのあたりはもうやめる時というかね、本当の自分を生きる時で、自分の内側を生きる時だから、やっぱり波動を整えるっていうのが大事だっていう話ですね。そうなんかそういうなんていうのかな、宇宙の法則っていうのはやっぱりすごくシンプルなんだけど、やっぱりもうそういうことに気がつく時で、自分自身のなんていうのかな、思うように生きる時で、やっぱりこういうことがじゃあ分かってきて、だんだん自分を生きるようになってるんだけど、やっぱりなんか重いものとか苦しかったり、私もやっぱり浄化が強い時とかはやっぱりすっごい上がりやすいから一生懸命グランディングしたり切ったりとか、あとやっぱりなんていうのかな、不安な気持ちとかが出てきた時ブロック解除したりっていう感じかな。そういうのは結構やったかなと思いますね。なんか本当に変わり目だからいろんな時があったりすると思うんだけど、その時に自分のやっぱ内側をね整えるっていうことをやっていくといいと思います。でこのね見えてる現実が1ヶ月前だとしたらっていや実際そうか分かんないし、そんなことないかもしれないけど、1ヶ月前だって思った時にもうこの目の前で起きてる現実に対しての未練がなくなるなっていう、そこまで潔く思ったとしたら未練なくなるなっていう感じを感じたんですよ。1ヶ月前だとしたらね。だって1日前とか1週間ぐらいだったらまだね疑う気持ちが出てきたりするけど、1ヶ月前だとしたらもう見てたってしょうがないよねっていう感じに私は昨日ちょっとなったって、本当に私本当に未練を手放す時だなみたいな、そういうふうに思ったっていう感じですね。分かったかなちょっとバーッと来ちゃいましたけど、何かね気づきになればいいと思っています。たまにねちょこちょこちょっと英語をね混ぜながらやってみようかな。ルー大柴みたいになっちゃうかもしれないけど、そう私もやっぱり新しいことにチャレンジすることっていうのが私すごく好きなんですよね。怖いんですよ。でもやっぱし人にどう見られるかなとか、あとなんていうのかな、今までの自分の何かをやっぱ変えていかなくちゃいけないから、
すごいやっぱり勇気がいるんですけど、なんかまた勇気を出していろんなことにチャレンジしていこうかなっていうやる気が出てきたから、よかったらね、多分そういう波が来てんじゃないかな、みんなも。だから思い切ってチャレンジしてみましょう。私がこれからまたねいろいろ変わっていくと思うんですよ、現実が。パパとね、じゃあその時に私が変わっていくってことは、そのチャレンジしてるんだって見ていただきたいですね。あとはそのハイヤーセルフと共に進んでるんだなって、それが皆さんにもそういう力があるし、私だってやっぱり怖かったりドキドキしたりするのが当たり前なんですよね。みんなそうなんですよ。だけどその一歩を踏み出すか出さないかっていうことを、私はこの人生の中でやっぱりチャレンジしてきてるから、もっともっとチャレンジしていきたいと思っていますので、よかったら皆さんもね何かチャレンジしていただくといいんじゃないかと思います。自分でやりたいと思った時でね、もちろんいいと思うけど、いろんな体験しに来てるからね、自分のペースが一番大事だと思うんですけど、やっぱりチャレンジ、自由であることとチャレンジすることっていうのが、一番好きな、あとぼーっとすることも大好きだけどね、ここも大好きなことなので、これからもっともっとチャレンジしていきたいと思っています。ではまた撮ります。